つDNA を染めて核ですね DNA を染めてるんですが、こういうまだ一見何にもしましまがなさそうなところでもすでに遺伝子の発現を見てみると、これ3種類の遺伝子の発現を3色で染めてるんですが、こう緑、例えば注目していたらこう繰り返しになってるし。今顕微鏡の下にちゃんと持ってこれば、もうすぐこう、カシャカシャっとデータを取っていけば、こうやって卵の中で起こってる現象が見てくれ、細胞がどんどん最初増えていく様子が見えます。最初見た時にこれはすごいと思ったことなんですけど、シメトリーブレーキが見える。シメトリーブレーキってちょっと難しい言葉なんですけど、英語です。シメトリーブレーキ、シメトリーっていうのは対称性、対称なことです。対称なものが壊れる、破れる、シメトリーブレーキングの現象を見ることができるということです。で、さっきショウジョウバエの卵がありましたけど、あれは転がしても向きがないですよっていうか、どっち向きも同じですよっていうことです。それを球対称と言います。だけどもこれがこうに動いていくとこう軸ができます。そうすると1個の軸、この軸に対して対称なものが出来上がる。これ回転対称だったり、放射対称、見えてきたこの軸に対する対称性がさらに次のステップでこの放射対象が左右対称へと転換します。これが決定的なそのシメトリーブレーキングなんですけれども、分かりますか？この前の段階ではここに対して対称です。対称なものからぐっと一つ動いてきます。最初はこのもともと雲の卵って円盤状のものからこうしましまができるような形に徐々にこう発達していくんですけれども、ここの円盤状のものからしましまができる、まさにその時に働いているような遺伝子を探そうっていうようなことから始めて見つけたものです。この辺はちょっとオオヒメグモはそうですね、どこにでもいます。ひとたび気づけばどこにでもいます。例えばですね、要は虫が集まってきて食べる餌があれば結構いろんなところにいます。ただコンクリートが好きですね。コンクリート例えば我々大学で研究してたんで、最初だから大学のキャンパスのコンクリートの壁の外側のところとか、ちょっとこう折れ曲がったところにちょっとコーナーのところに巣を張っております。多分いくらかの家でだったら家の階段のコーナーのところとかちょっとあらゆるちょっと掘れたところのコンクリートのその角のところにいますね。ただ気づいたら気づくんですけど、大きな大人があんまり見つかることは結構稀で、ちっちゃいものをよく見れば結構ちっちゃいのあります。手の手届いてない公園とかだと結構いるかなと思います。もともと研究に使うようになったってそこのいきさつなんですけれども、私ショウジョウバエを使って研究してたんですけれども、その時今から20年以上前ですけれども、ショウジョウバエのカドフェインの構造と脊椎動物のカドフェインの構造が大きく違っているということに気づいていてっていうか、我々が発見をしていて、でその違いは何でだろうというところが最初ショウジョウバエ以外の生き物に目が向いた最初の理由です。それでショウジョウバエっていうか昆虫以外で節足動物のという枠組みでいろんな人に聞いて、知り合いの知り合いの知り合いの知り合いぐらいですかね、聞いて
大姫雲が帰って卵が取れるということを教わりました。で、ひとたび教わって、見るとあちこちにいて研究室に持ってこれたんですけれども、ひとたび研究室に持ってきて卵を産ませて、その卵を顕微鏡で覗いた時にびっくりしたっていうか感動しましたね。それはもう全然それまでやってたショウジョウバエとは違う世界がそこに存在していることに、気づいた、気づかされたということですかね。ショウジョウバエばかり見てたんで、他のことはあんまりいわゆる動物学寄りのその視点からその生き物を見ることはほとんどなかったんですけれども、その時気づかれました。ただ一方で僕自身はどちらかというとあんまり生物学者というよりも物理数学の視点から生き物を見るみたいなところがやはりあって、多分多くの研究者もそういう視点を持たれる方多いと思うんですけれども、まず大姫雲は球形であり対称なところから始まると。対称なところから始まって一つずつ非対称を生み出す対象を破るイベントが顕微鏡の下で見えてきたこと、それがまさに見えていることに感動を覚えましたね。何ステップかその非対称を生み出す非対称を壊していく細胞の動きだったり卵の変化があって、それが顕微鏡の下に見えている。でショウジョウバエだとそれはですね、もうお母さんのお腹の中で卵を作る過程で行われてしまっていて、いざ卵生まれてくるともう非対称になっていて、もう将来どこが何になるかって見えてしまう。でも雲はそれが見えないっていうところに魅力を感じましたね。だからその対称性がどんどん破れて非対称を生み出していくっていうところが非常に重要なポイントですね。多分これ物理数学の世界っていうか、地球上にあるとか宇宙にある全ての世界が複雑なのも対称性が破れるイベントの組み合わせだったり積み重ねで非対称がってか多様な世界が生み出されているんで、そういうことを考えるとその卵の中であってもその非対称を生み出してくるイベントっていうのは非常に魅力的なイベントで追求に値するというふうに思いました。それが同じ節足動物の中でそう違ってるっていうことに不思議を感じましたね。強い不思議を感じました。我々はそれに対してその質問に対して答えを明確には持っていません。追求しようと思っているところです。でただですね、現時点今までの研究においてはそういう細胞というか、何か命令を他の細胞に対して発信をしている、そういう細胞が出現してくる雲の非対称性が生まれてくる、対称なものから非対称が生まれてくる過程でそういう細胞が指令を下す細胞が生まれてくるというのは分子の染色とかいろんな実験によって見出すことができています。ただですね、面白いのはそういう細胞を人為的に何か壊したりしても少しでも何かシグナルのこの元だったりシグナルの元と言っていないですけど、いくらかその非対称性の元になるようなものが残っていると、他の周りの細胞でそれをなんか直そうというか補正して本来の道に戻そうみたいなことをしているようです。そういうものを除いてもちゃんと時間が経てばちゃんとした形を作っていっているんで、我々の理解としては何か要は指令を出す細胞以外にも指令の細胞自体も何かコミュニケーションで生まれてきてるんだと思うんですけど、そういう細胞がたとえなくなったとしても残りの細胞らは何かちょっとした違いを利用して本来作るべき形を作ろうと話し合うことができて、そこに体の軸だったり体の繰り返し構造だったり節足動物に特徴的なその形態を築いていくことができてきてるんで、そこは面白い点です。ただそれが他の動物でもみんなそんな簡単にできるかってそういうわけじゃないんで、雲が持ってる性質としてそういう大事な司令塔に必ずしも依存しきらない
自分らだけでなんか調節して体の形を作っていくというような仕組みを持っているところが研究の魅力になっていますし今後やっていきたい仕事かなというふうに思っています。